こんにちは Pick up the pace language exchange です。イエーイ Pick up the pace, bang on the bass. Mama get down with the chicken on your face. 今日は日本語でお送りします。はい。すごい日本語だともうすっごい喋れると思どうぞ。う。すごい楽。なんか英語だとすごいシリアスになっちゃう。なんかすっごい集中してグラムが言うことを聞くし、なんか何を質問しようとか、でもこのなんて質問するときに落ち着けない。なんかこう頭で考えてるからちゃんと合ってるかなとか。いろんなことを考えてる。そうでもそう思ったのは、そのロンドンに留学してるときに、この英語のクラス、英語の授業てか英語の学校だったから授業の時に、いっぱいいろんな国の生徒がいて、日本人はいるけど他にもヨーロッパの人とかブラジルの人とか、やっぱり日本人の人はすごい考えすぎちゃうと思う。考えて言えない。それは私そうする。そうなの。でも、本当に他の国の人たちはもう多分考えたことがすぐ口に出るっていうか、そういうタイプ。みんなブワーって喋るから、それ楽しいな。いいけど、だからそういうとこでも結構文法はぐちゃぐちゃ。だからでも、それはあんまり喋らないよりいいと思う。そう。文法気をつけないなのに、いっぱい喋った方がいいと思います。そう、文法はそんなに気にせずに喋った方がいいよね。気にせずに。だからまあやっぱりすごい間違えることを多分結構怖がっちゃうんだよね。日本人。日本の人は。自分もそうだけど。で今でもそういうことを経験して、もう分かってるけど話した方がいいっていうのは、でもやっぱりちゃんと間違えないように言いたいとか。まあだから今日はその日本の日本人じゃないけど日本のなんかいいとことか悪いところでグラムが思ったことを聞こうかなと思って。日本のいいところは、基本的に綺麗好きが多い。確かにね。そして、交通が便利。交通の便が発達している。交通の便が発達してる。でもそれは発達してるっていうか、グラムが言いたいのはすごい交通のそういう電車とか、電車のことが言いたい。いや、電車が便利ってことだよね。はいなんか出身は電車はやばい。アトランタ？そう。乗らなかった。なんか乗らせてくれなかったじゃん。全部車だったの。電車は無駄し、なんか無駄なの？あまり行かないとこ。行けるところは少ないんだ。便利じゃないんだ。便利じゃなくて、うるさくて、汚いんだ。で、日本のはすごい時間がまずちゃんとしてるじゃん。大体じゃないよ。遅れる時もあるけど、もう遅れる時なんて電車の人たちめっちゃ謝るからね。ごめんなさい。アナウンスでも。Sorry、もう本当にごめんなさいみたいな。すごい時間を大事にしてるよね。電車。あとは自然？日本の自然？アメリカは綺麗じゃないの？もうアメリカ大きくて、なんか
綺麗ところは離れている。日本はなんかすぐ綺麗なところ行ける。そうなの？うん。例えば、今東京に住んでるけど、まあ、2週間前に休みの日に川行きた、なんかバーベキューしたかったから友達と電車乗って45分になんか田舎の45分ね。いや、45分に川の山っぽいなところに行けた。45分で行けたのかな。45分で5分で45分で川に行けた。だから近くにあるってことね。そういう川とかが。いや、日本はコンパクト。すごい近くにそういう自然があるんだね。そう。遠くとかにないな、遠くまで行かなくてもいいってことね。遠くまで行かなくてもいい。でもアメリカは遠くに行かないとダメなの？自然の時は。なんかアトランタは多分まあ2時間以内にあるけど。じゃあ電車と自然。電車と自然。どこでも飲める。お酒が？いや。道とかでね。道とか電車。まあそれは、私が日本に来たところですごいことと思ったけど、まあ慣れたけど、まあ、あんまり電車とかに飲まないけど、まあその選択があるといいなと思う。いや。アメリカは電車でも飲めないし、公園とか飲めないけど、まあ飲める人もいるけど。どういうこと？飲める人もいるって。なんかもしかしたら警察が通ったら、なんか言われちゃうかもしれない。飲める人っていうか飲む人もいるってことね。そう飲む人も、でも本当はダメでしょ？公園も道も電車の中も。だから飲めるのは本当にレストランとかバー、と自宅、家中でしか飲めないってことね。でそれは外で飲むとどうなの？なんかディズニーランドみたい。ディズニーランドみたいってどういうこと？アトラクションみんなすごい日本ランドみたい。日本がね、yeah. 街で飲めるからね。Yeah. てか聞きたかったのはアメリカはなんでそうなの？わかんないけど、多分家がない人と貧乏の人が多くて、そういう人を判定するために判定？manage。管理するために？管理するために、外で飲むはダメに法律的になった。その貧しい人たちが外で飲むのをダメにしたかったの？多分分かんない。でもなんか思ったのは、アメリカの人たちはやっぱ飲むのすごい好きだから、なんかもう飲み出したらこうなんかウェーイってなっちゃって危ないからダメなのかなって思った。それもあるかも。いや、日本の人はねそんなに危ないことしないじゃん。まあちょっと弱いな、みんな。弱いしね、お酒。日本飲むと寝ちゃう。寝てる人がいるってか、本当にそれは今電車でも寝てるし、道で寝てる人よくいるからね。特に新宿とかさ、渋谷とか、ロンドン行って帰ってきた時に日本にもう本当にやっぱりね、もうちょっとやっぱロンドン住んでる時はロンドンの感じになってたから、絶対そんな外なんかで寝るなんて絶対できないしね。でもやっぱ日本ってこうたくさん寝てる人がいて、日本帰ってきたなって思った。すごい。ただいま本当に、外でお酒が飲める。外でお酒が、電車と自然と外でお酒が飲める。あとは海鮮料理が好き。
確かに海鮮料理は海鮮料理がアトランタで食べられないから、食べられない。美味しくない。美味しくないね。高い。いや、海鮮好き。海鮮好きだもんね。何が好き？海鮮の。マグロ。ブリ。ブリ。でもさ、寿司屋さんとかあるでしょ、アトランタ。寿司。はい。全然違う？多分ね。なんか、多分ねって何？多分高いところもあるから、多分そういうところはちゃんとやってる。もうすごく高い。行ったことある？行ったことない。普通のところは、ベニハナスわかる？ベニハナスって、ベニハナスさんは日本人。スティーブ・アオキわかる？スティーブ・アオキのお父さんの会社。あ、そうなんだ。そこはベニハナっていうレストラン。すごいいっぱい店舗があって、それは鉄板焼き。鉄板焼きって言うけど、これはさ、いつ使うの？これ、英語の人、外国の人よくこうやって使うけど。本当のものじゃない。なんか本物じゃない。フェイク。鉄板焼き。寿司。でも、本物の寿司じゃないってことね。いや、そこはよく行ったことあるけど、楽しいけど、いや、本物じゃない。でも、ここで本物よく食べれるから。最初食べた時どう思った？寿司とか最初日本でリアルな寿司とか。最初は多分回転寿司。回転寿司？安いところね。こう回ってくるところね。いや、すごいと思った。あのシステムどうだった？こう回ってくるやつ。楽しい。でもさ、今東京に住んでて、前は岐阜に住んでたけど、岐阜って別にさ、海ないし、やっぱり結構海の近いところの方が美味しいと思うんだよね。魚。だから旅行とかするときに海鮮食べる。だからやっぱり北海道とか行きたいね。でも今まではどこだっけ？金沢も行ったし、築地、東京の築地も行ったし、熱海とか美味しかった。熱海も結構魚食べた。でも多分北海道全然ね、レベルがもっと違うんだと思うよ。いや、すごい。行かなくちゃ。最後に、じゃあちょっとここはちょっと良くないなっていうところある？とか、だから日本は全部遅い。全部遅い。何が？なんか、なんていうの？女性差別とか、そういうことね。ゲイ、ライツとか、LGBT のこととか、LGBT のことと、その女性差別のこととか。女性差別、なんか、すごい信じられない。アメリカに比べたら、アメリカの60年代とか。そんなに？はい。そうなんだ。なんかじゃあ、それはちょっとね、自分もその海外行ってたから、それすごい感じるけど、政治のこととかも多分遅れてると思うし、そうだよね。それは感じた？そう思ったんだ。ニュースを見ると、ニュースを読むとそういう問題が明らかにある。ニュースを読むとそういう問題が。ニュースって言わないから、ニュース。ごめんね、これ英語なのにね。でも日本人は明らかな。明らか。right。obvious。でもニュースを見ると明らかにそういう問題がある。ニュースを見るとそういう問題が明らかにある。そうだよね。本当にそれはあるね。なんでだと思う？まず日本は島の国で、日本人は、そういうデモとか
デモとかうん、やる気はあんまりない。ないね。だからもうちょっとちゃんと嫌なこととかこうなんかやっぱりデモとかそういうストライキとかってアメリカもいっぱいある。はい。はい。ストライキとかもある。なんかストライキだとフランスのイメージが強いんだけど結構あるね。すごいいっぱいある。でもそのロンドンに行った時びっくりしたのはその今先生たちが学校に来ない。給料が低いから。だからその学生の子たちは今学校行けないみたいな。先生たちが来ないから。でそういうのとか聞くと日本って絶対にそんなことないから、なんか多分でもこう日本人としてはそういうことをやる人デモとかストライキとかやろうよっていう人の方が変に見られちゃうから絶対そう。何言ってんのこの人みたいな。落ち着いて。そうそうそう。だからそこはまあそんなにもうねフランスとか本当にすごいいっぱいやるから、まあ、こういうまあいい感じのなんか、そこまでねそのいい感じでまあもうちょっと嫌なこととかはちゃんと言ったりとかしてった方が健康的かなと思います。そんな感じですか？はい、もし質問とかあればぜひコメントに書いてください。そしてコメントを書いてください。コメントを書いてください。この動画を好きだったらいいねのボタンを押してこのチャンネルに登録してこのチャンネルを登録してください。じゃあまたね。バイバーイ。